1987年、私は学校で CPU の動作を学んでいました。私はこの学校でハードウェアとソフトウェアの両方を学びました。本来、私が仕事にしたかったのはソフトウェアの世界です。でも私は、ソフトウェアを深く理解するには、その下の階層であるハードウェアから学ぶべきだ。と考えていました。ボクシングで言えば、上位の階級で戦える身体を作ってから、減量して下位の階級で戦うような感覚です。私は、ハードウェア階級から体重を落として、ソフトウェア階級で仕事をしよう、と思っていました。今思えば、この考え方は後の、10年以上早かったリポジトリデザインの適用、JavaScript フレームワークの開発にもつながっていた気がします。19歳の私が通った学校には CPU 内部の動作を視覚的に再現する大型教材がありました。講師がクロックパルス用のボタンを押すたびに8ビットのデータが1ビットごとに対応した電球として点灯しながら配線の上を流れていくのです。例えば1010万1110というデータなら1になっている場所の電球だけが点灯する。その光がクロックに合わせて CPU 内部を移動していく。私はその教材を見ながらあることに気づきました。CPU は命令を理解しているわけではない。命令もデータもただの8ビットの電気信号に過ぎない。あるビットがオンならゲートが開き、別のビットがオンなら別の経路へ電気が流れる。それはまるで電車のポイント切り替えのように、電子の流れる道筋が変化しているだけでした。つまり CPU とは、命令を理解して動いている知的な機械ではなく、クロックパルスに同期しながら、電圧によってゲートを開閉し、電子を流しているだけの装置だったのです。その後、私はアセンブラーの課題で次の問題に取り組みました。B レジスターに1、2、3のいずれかをセットし、1なら 10H、2なら 20H、3なら 30H を 34H ポートから出力せよ。普通なら条件分岐で書く課題です。でも私はこう書きました。このコードで私が表現したかったのは、プッシュとポップ、コールとリターンが意味としてセットになっているという考え方は人間側の都合に過ぎないということでした。CPU は RET 戻る命令などとは考えていません。ただ、スタックポインターが指す16ビットの値をプログラムカウンターへ転送しているだけです。CPU 内部では、意味、命令、サブルーチン、復帰、など存在せず、あるのは、ビット列、電圧、ゲート、クロックタイミング、電子の流れ、だけです。そして人間がその挙動をコンピュータとして観測している。私はその理解を講師の方々への手紙のつもりでこのコードに込めました。だからコードとしては全く最適化されていません。課題を受け取った2人の講師が私を見ながら何か話していたのを覚えています。私はその時、ああ、伝わったんだな、と思いました。ちなみにこのコードはコンパイルすると33バイトのマシン語になるそうです。つまりこれは33バイトの論文みたいなものですね。